やっと試験が終わりました。で、試験が終わったので動画投稿を今冬休みじゃないわ、セメスター間の休みに入ったんで、動画できるだけこの期間に1週間ぐらいかな上げれたらなと思います。はい。で、今回は、最初の動画を上げた時にコメントで、留学を志した理由とか動機を話してほしいっていうのがあったので、今回それを話せたらなって思ってます。で、結構話すと長いんですけど、最初は全く自分は留学今マンチェスター大学に入って政治経済哲学を学んでるとは全く想像してなかったんですよね。っていうのも、高校に入って目指したいものが変わってっていうか、目標がなくてそもそも、それなりに人生歩めたらなと思ったんですけど、高校ちょっと嫌なことがあって、でその時に両親が短期留学語学学校に3週間、1ヶ月ぐらい行ってみたらっていう提案をしてもらって、でニュージーランドに、行ったんですよね。高3の春かな。で、その高校で嫌なことがあって、それで勉強がうまく進んでなくて、浪人1年したんですけど、九州の大学に一応4年間通ってたんですけど、結論的に言うと4年間行ってた大学を辞めたんですよね。別の言い方をすれば、ストレートで入って4年生で辞めてこっちに来たって感じなんですけど、その理由として、その九州の大学に入った理由が英語が好きっていう理由で、英語が好きだから英語を学びたいっていう考えだったんですよね。例えばその文法とか単語のでき方とか、あとは意味蘇生とかそういう統合論っていう範囲なんですけど、そこをやりたいなと思ってて、で大学入って、でもその大学って正直その学生たちには失礼ですけど、正直レベルがあんまり高くなくて、自分自身やっぱりバイトとか遊びに立ってしまったところがあって、正直学生として全然本業を全うできてなかったっていうところがあったんですよね。でその中で少し自分を変えたいなということで英検を一応勉強してて、準1級は取ったんですけど、でもやっぱりそのままじゃダメだなって思ったんで、その学校で公費留学っていうのがあって、学校からお金を出してくれる留学システムがスコットランドに行けるシステムがあったので、それを目指そうと思って IELTS の勉強を、2年生の春から一応勉強をしてて、でちょうど2年生の2セメスター2の時、ゼミを決める3年生からのゼミを決める時期になった時に、2年生になった時から新しく入った教授の方がいて、でその方が噂で聞く感じだとイギリスのデュラム大学の卒業をして、でエセックスっていうロンドンの南西部に南東かなにある大学院を卒業して、で日本の大学イギリスの大学でも教鞭を取って僕の前の大学に来られてて、留学ここを出したんで、少なくともその時は僕はだから、ゼミ面談っていうのがあるんですけど、そのゼミ面談ではなくて、そのゼミ面談っていう建前だけど、本当はなんで留学したかとか、僕の中でその英語が好きだから英語を学ぶっていう選択に至る時に、英語が好きだから英語を学ぶのかっていうのと、英語が好きだから英語を使って勉強するっていうこの2択で僕はその前者を取ったんですけど、その教授は後者の方を取られてるっていうことで、なんでかっていうのを聞きたかったんですよね。で聞きに行くと、その方は大学、某有名私立大学を3年生で中退してそのイギリスに行かれたっていう話をされて、でそのイギリスで学んだことっていうのは、その人は全然日本でやってたのとイギリスで学んだのは全然違くて、そのイギリスでやったイギリスで学んだ学問っていうのが、PPE って言われる、イギリスで名誉ある学部の一つって言われてる、特殊な学部で、 PPE っていうのは Philosophy, Politics and Economics っていうこの3つのアクロニウム PPE っていうのを取ってる学部で、日本だとやっぱり政治経済学部とか経済学部政治学部っていうくくりでしかないと思うんですけど、イギリスは哲学を結構重んじてて、哲学経済とか政治の全ての始まりは全て哲学からなってる
っていう考えなので、数学とか、理系科目でさえも哲学があるから全部成り立ってるっていう考えらしくて、でそういう話を聞いてしんどかったけど結構やっぱり今の自分のためになってるっていう話を聞かせていただいて、かつ、僕の両親が教師なんですけど、その方の教授の両親も教師で、家庭環境も似ているし、あとはその辞めた時期っていうのも今の自分と全く一緒の段階で、その留学する時の年とその教授の方が留学された時の年っていうのが全く一緒だったので、その教授の方が、いいんじゃないと、イギリス留学してみたらいいんじゃないとっていうのも、イギリスは大学3年生で全て国公立の大学なので、値段もアメリカほどその私立と国公立の差がないっていうのも、聞きました。でその方は、マンチェスター、その今僕が行ってる、ユニバーシティ・オブ・マンチェスターに失敗してデュラムに行ったらしいので、その教授曰くマンチェ行ってみればみたいな感じで言われたんですよね。でそれを聞いて、自分で調べてみて、マンチェスター大学っていうのは、やっぱり世界ランキングでも高い大学だし、その先生も行けなかったっていうのもあって、自分が先生と同じ PPE の学部に行って、で大学院までちゃんと行って同じ経験を積みたいなと思い、かつその先生のリベンジ、マンチェスター大学へのリベンジをしたいなと思って来ました。そうですね、それが一応理由ではあるんですけど、今僕正直その先生に会ってないと留学しようと全く思ってなくて、その正規留学もう一から入り直すっていう留学を考えてなかったんですよね。で今多分見られてる、この動画を見られてる方々も、高校生とか、大学行っててこう面白くないなとか思ってる人も、やっぱりそういう留学する動機と出会うのってやっぱ運だと思うので、偶然の一致だと思うので、僕がこういうふうに最初本当に先生の話聞いた後全く留学の方法とか手順とか全く分からなくて、正直めちゃめちゃ困ったんですけど、結局自分でちゃんと探して情報収集してネットでウェブサイトとかブログとかを見て、自分で情報収集して、でその後は留学斡旋会社に、手伝ってもらって、ファウンデーションコース、インターナショナルスクール以外の人はファウンデーションプログラムっていう1年間教養学部みたいな感じで、大学入る前にそのノートの取り方とかプレゼンテーションとかアカデミックイングリッシュって言われてる学問に必要な英語や、あと経済政治数学などその基礎的な学問を学ぶプログラムに行かないといけなくて、それに行ったんですよね。そのファウンデーションの手順とか、その留学の仕方とかも次の動画で上げるんですけど、それも自分でちゃんとパーソナルステートメントっていう自己推薦書を自分でちゃんと書いて A41 枚で、IELTS の UKBI っていう、英検主催ではない方、ちゃんとその移民するための国にちゃんと勉強できるためのビザを取るための英語の試験もちゃんと受けたりして、でそれで、ファウンデーションコースに申請して、でそのファウンデーションコースっていうのはその Into Manchester って言われてるそのマンチェスターにあるところで、僕は一応そこの UM パスウェイっていうそのマンチェスター大学に直接行ける、ちゃんと成績取れたら行けるっていうコースに一応アンコンディショナルオファーっていうそのオファーをちゃんともらって行って、で1年間しっかりと勉強して、今のその大学生活ちゃんと学部に入ってっていう生活が今あるんですけど、とりあえず結論何が言いたいかっていうと、留学したいけど方法がわからないっていう人に対して、僕ができたら見本として先に、その留学した経験を持ってる僕が見本になって、あと皆さんに動機づけできたらなと思ってこの動画を撮ってます。正直理由っていうのは何でもよくて、お金の面も奨学金があればちゃんと入れるので、正直自分が動くか動かないかっていう一念発起するかどうかっていう、自分の決断が大事だと思うんですよね。僕も正直その大学を卒業することができたんですよね、前の九州の大学を。でもそれじゃあ甘えてるなと思って、ファウンデーションに行き始めて、途中でその大学を退学して、
もう保険が効かないようにしたんですよね。後先がもう後がない状態にしてやらんといけん、自分がやらんといかんなと思って、しっかり勉強してやったって感じですね。なんかちょっと話したいことがうまくまとめれずごちゃごちゃになったんですけど、今、コロナですけどファウンデーションプログラムはしっかり大学に入るための手続き、脆弱性、イギリスの高校での試験がなくなったみたいなことはないので、ちゃんと自分が一年発起して留学したいと思ってちゃんと勉強すればこっちの大学、ちゃんとしたレベルの高い大学に入れるので、皆さんもし日本の受験勉強が合わないとかっていうなんだろう、僕はもっとポテンシャルがあるのにもっと発揮したいのにできないっていう人がいたらぜひ留学して、正直難易度も日本のセンター試験、共通テストに比べたら全然低いので、しかも好きな勉強、例えば高校の勉強はしたくない科目もあるじゃないですか。でもファウンデーションでやることは学部でやることにつながっているので、つまりそれは自分のやりたい勉強ってことなので、うまく自分の力がちゃんと発揮できると思います、もしファウンデーションに行けば。だから今この動画を見てる君へ、留学を1年発起してできたらマンチェスターに来て、一緒に学校生活を送れたらなと思ってます。今回はそんな感じかな。次の動画で、ちゃんと手順とファウンデーションの、生活について話すので楽しみにしてください。では終わります。